どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。サルカニ合戦で熟してないアボカドを意地悪な猿に投げ返したさやです。効果的だな。物理的に買ったやつバコーンってぶつけたんだ。そう、硬い柿 vs 硬いアボカド。どっちが痛えかなって。倒れるまで呪い合おうぜっつってバコンバコンバコンってやって。今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。食ワン。これ好き。かいし。これ好き。でもパラちゃんいるじゃん。かいでしょ、ほら、お急ぎでーす。お急ぎパラピャン。まあうちの子はね、今ね、もう失踪しまくってるんで、間違いなくほとんどマグロみたいな状態です。すごいよ、もう。今もキャーキャー言ってます。今もキャーキャー言ってます。というわけで。ということで、今回はこちらです。ムチュメ。はい。どこの国の言葉ですか？どこの国のことわかんない。これお客さんにお出しするお茶の名前。ああ、ありそう。そういうことじゃない。今回やっていく企画はこちら。ムチュメ。娘が選んだ画材だけでお絵かきしたら、そら最高の絵描けるよな。愛しい娘の判断を誤ったことにするわけにはいきません。いきませんよね。はい。そういう企画なんですよ。娘が選んだ画材でお絵かきできるのか、じゃなくて、愛しの娘が選んだ画材だぞ、お前。どんな色でもいい絵にしてみせろよ。絵描きの親ならなっていう。熱強。全然ほのぼのじゃない。でもね、ちょっとね、これね、実はちょっとやってるんだよね、僕が。例えばさ、見てこれ。これさやがね、多分。あ、そう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 。パラちゃんが選んでくれたやつで描いたんでしょ。で、ほら、見て、ママの目がぐしゃーって。これはね、パラちゃんの作品ですね。うちの娘の作品があったりで、これはパラちゃんがひたすら僕にっつって書いてって言ってペンを渡してくるの。でそれでしばらくすると飽きてって言ってこっちって言ってくるの。それをひたすらこうもうひたすらもらうやつを受け取ってそこまででしか書けないってやつの状態でなんか絵描いたりしてんの最近。結構そういう遊びしてるんだけど、ガチでやったら楽しくないかって。確かに。いやもうね、画材棚をねガチャガチャするのもねすごいねハマっちゃってて、この前それでねこういう感じの紙がね家の至る所に置いてあるんだけど、ゲンさんが描いたやつに対してパラちゃんがクジラさんにペンを渡してあって言っててクジラさんがパラちゃん私がここに書くのはちょっとあまりにってすごい震えてた。これいいさ。あ、これはいいですね。そんな一場面があったんだ。そうそう、そんなこともねありましたよね。そうなんだね。まあてなわけで、今からいつもはここの後ろにあるね画材棚をガチャガチャするだけなんだけど、今回ばかりは本当にもう何でもかんでもちょっと画材ボックスをもう用意して好きなだけパラちゃんに選んでもらおうと思って。最近のパラちゃんねすごく賢くなってきまして、これママに渡してとか、これパパに持ってきてとかって言うと持ってきてくれるんですよ。そうなの。だからボックスを用意してパラちゃんの気の赴くままにこれパパに持ってってとかこれママに持ってってを制限時間をお互いつけて繰り返したら好きなだけ持ってきてくれるのではないかという。すごいそれ。だからワンチャンマジで持ってこない可能性がある。持ってこなかったらそれだけ。まあさすがに一本もペンがないから唾液で書くしかねえやみたいな。そんなんまあ誰も見たくないからさすがに1個は絶対選んでもらう。頑張って。はい、そうだね。じゃあそんなちょっとパラちゃんが頑張ってるところも含めてこの後見ていただきますか。パラちゃんの成長も見ていただければと思います。思います。ということで、やってまいりました。パラちゃんに画材を選び取ってもらう制限時間は3分間で、もうここにパパとママがここに並びます。その間にもう無制限で、パパに持ってくるかママに持ってくるかはパラちゃん次第でやっていきます。はい、もう奏者がね今ここでゲートが開くのを待って。ゲートが開くのを待って。では制限時間3分、そしてここもオープンします。いきます。よーいスタート。おい。はい。じゃあパラちゃんちょうだい。ママにちょうだい。パパにちょうだい。なんかちょうだい。パパになんかちょうだい。持ってきて。なんかちょうだい。あ、そう。なんかちょうだい。パパにちょうだい。パパにちょうだい。ありがとう。もらいました。ママにもなんかちょうだい。ママにもいっぱいちょうだい。いっぱい。パパにちょうだい。パパに。次パパに。あ、わらちゃんも来た。ピンクゲット。
あ、ちょっと障害物がパラちゃんの関心をそぐ障害物が出てきてしまった。やばい、あと2分。パパにちょうだい。なんでよ、ちょっと。パパ2本目です。パラちゃん、パパ、次パパにちょうだい。パパいつも書いてるでしょ。なんでよ。俺1個しかくれない。お、あ、いいよ。それパパにちょうだい。それパパに。ありがとう。コピックを1個もらいました。これも。ありがとう。2つ。アクリリックペンとコピック。もっといこう。いろんなのあるよ。ありがとう。何そのフェイント。何それね。パパにくれたじゃん今。あ、それは欲しいやん。嘘だろ。お、それをパパに。ありがとう。それはパパでしょ。ね。ありがとう。ブラック。一瞬悩んで一瞬悩んで。これ最後。じゃあそれ最後。ちょうだい。やった。ホワイトもらいました。でかっ。わあ、お疲れ様でした。はい。ありがとう。頑張った。ありがとうね。くれんの。ありがとう。それは農家ですよ。こんな画材触っていいよっていうことなかなかね。ありがとう。すごい無限に供給されてる。それはなしだからね。さあということで、無事3分以内にパラちゃん選んでくれたんだけど、まだまだ選んでますけど、まだまだ選んではね、ぬいぐるみのワンちゃんの口元に絵の具を持ってってますね。じゃあちょっと手元は後で写すんですけど、僕はこれをゲットしました。はい。で、さやさんはなんと水彩画2本と、いや本当にまあいろいろペン、はい、こんなちょっとなんかさ、色味がさ結構いい色してるよね。いい色してるんだよな。本数でいうと均等ぐらいもくれた気がする。1、2、3、4、5、6。私は全部で7。ああ、じゃあすごい、ほぼ均等。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあこの後これを使って我々は絶対にいい家を作らなきゃいけないという縛りなんです。これは。そういうことですよ。どうも。フレームイン。どうも。あ、もう気になって。あらら気になる。さあということでパラちゃんに画材を選んでいただいたんですけども、ちょっと改めて紹介しますか。はい。こちら3分間でパパに持ってきてくれた画材は、力入ってるよ。そうなの。これね、最近よく僕が使ってるアクリリックマーカー、アーティクス、なんかわかんないんだけど、これよく最近ね楽しくて使ってますよ。これかなり描きやすいです。てかあとパラちゃんがこれが結構好き。パパにって渡してこうやって指さして、ここにこの色を使えってやるっていうのでよくこれ使ってるから、多分ねパラちゃんこれ気に入ってるんですよ。で、僕はポスカのラメあるんや。そう、ラメ入りのポスカ。ラメポスカで、あとはコピックなんかちょっと地味コピック、地味なで、これね、黒アイボリーブラック、なんと黒の水彩絵の具いただきました。はい。で、さやさんはなんかさ、系統がめちゃめちゃ寄ってるんだよね。いや、それさ奇跡じゃない？ずるいよこれ。これ何にも言ってないんだよ。超まとまるよね。そう。このちょっとピンク系のね、このコピック2つと、まあゲンさんと同じくこのアルティクスのアクリリックマーカーね。そう、しかもこの可愛い色と、すごい可愛いから。あとなぜかこの未開封の白。新品の白。ビニールかかってるの。白ずるいよ白。そうで、それと水彩でバーミリオンヒューですね。はい。とチャイニーズホワイトというわけで、このずるいってすごくまとまってる。これだっていい絵描けなかったらもうこれ嘘で。やめて、そうやってハードル上げるの。ほらちょっとほら。じゃないよ、今回は違うから。そういうことじゃない。そうだよ、そういうことじゃないから。今回はどんなものをやっても、パラちゃんが選んだやつだから、お前らいい絵描けるよなの圧企画だ。あ、そういう圧だから。そう、プレッシャーがすごい。いや、そう、これ愛試されてるから。じゃあ行きましょう。はい。一応シャーペンで下書きだけは。そうですね。シャーペンの下書きと、あと色鉛筆でちょっとまとめるみたいな飛び道具的なのをありにしません？なしです。あ、なしですか？色鉛筆、パラちゃんが色鉛筆選んだ？色鉛筆。パラちゃん色鉛筆選んだ？この辺にふやふや置いて。選んでないよな。すみません。マジかー。まあさすがにちょっと下書きだけはちょっとするけど、サクッと、あと消しゴムも使うけど、それ以外はもう全部色はこれです。いきます。でもね、今回ね、ちょっとね、もうモデルをね、そうなんね、持ってきてるので、私も実はちょっとね、あるんですよ。うちの可愛い天使ちゃんをね、描こうかと思いまして。僕も今日は赤ちゃんっぽいのを描きます。嘘。これなぜかというと、パラちゃんね、赤ちゃん好きなんです。あ、確かにそう、赤ちゃんを描いてあげた方がパラちゃん喜ぶ。でもこれあんまりな、選びすぎてるっていう、そういうのを見透かされるかもしれない。そう、私が好きなのを選んで私に気に入られようとしているんだな、浅はかな大人めって思う。怖っ。
私今パラちゃんの写真を見ながら絵を描いているんですよ。実は皆さん、大人のエゴっていう振り仮名がついてるんですけど、300円ショップで買った天使の羽をつけた可愛いお写真があるので天使の羽って書いて上にルビで大人のエゴって別にパラちゃんがつけたいなんて一言も言ってないから。そうですよ。しかもなんなら、ね、ちょっと紐がめんどくさくてね、ちょっとこれ腕通させてねとか言うとね、あーってなるんだけど、可愛いからつけちゃったみたいな、そういう思い出のお写真をねちょっと参考に今日パラピーを描いていくわよ。いやもうなんかさ、最近やっぱさ、そのパラちゃんと一緒に公園に行くことが多いの。公園にこの間めっちゃおもろい子いてさ、小児ぐらいの女の子なんだよね。お母さんとかで来てたと思うんだけど、なんかいたずら講座開いてたの。どういうこと？すごい最近いたずらをしたいっていう欲求があるらしくて、その子がなんかいたずらっていうのはまずびっくりさせるのが大事みたいなこと言ってすごいなんか泥団子みたいなの握りながら、びっくりさせるのが大事だから泥団子を使いますみたいなだから泥団子でうんこなどがいいんですって言ってうんこ作ってた。すごい、なんか子供の良さがギュッと詰まりすぎている。あまりに、いやこれ本当に言ってたから濃縮されている、還元されていない、これは。でもね、その話続きがあって、泥団子ずっとギュッギュやってんじゃん。ママ大変、うんこは先端が尖ってるから泥団子で作れないって言ってますディティールが細かいちゃんと巻きうんちを作りたかったの、多分気づいてしまったんだ、心理に。かわいい。その子は突然学んでた。ゲイさん素晴らしい場所に出会ってる。でもね、大人はねそこから一歩先に進む、泥でうんこを作るにはどうしたらいいのかっていう部分にね進んでいく。ちゃんとね、そうやろう。夏目さんちでやろう。やるな、その子の夢を叶えてあげよう。叶えるなピンポーン、夏目さんちのお知らせのお時間です。はい、ということで夏目さんち原画展西武ペイントオンライングッズ販売が決定しました。イエーイ、ありがとうございます。そして合わせて複製原画のオンライン予約も受け付けておりますので、ぜひ皆さんこの機会に遠方で行けなかったよって方だったり、当日グッズが売り切れてて見れなかったよって方はぜひ概要欄から詳細見てみてください。2025年の1月14日の火曜日が締め切りとなってますので、約1ヶ月間よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピンポンパンポン。それ言うんだなんだこの可愛い絵。待って、これ今から原画展に飾ろう。今から最終日ぐらいしか飾れない。あ、待って、これペン入れするものもないじゃん。今気づいちゃった。あ、そうだよ。そういうことか。あ、でも待って、いい。あ、それそんなに使えるんだ。そうです。よし、行きます。いや、これちょっとプレッシャーですね。いかなることがあろうとも可愛い絵にしなければいけないというこのプレッシャー。そうですよ。しかもさやと違って白がないんだよ、僕。あー、確かにかわいそう。さやさん細い白もなんかもう全部あるじゃん。そう、ずるすぎる。白に恵まれている我が輩。白だけはパラちゃんおかげに必要なんでいやなんかさ、全然関係ない話なんだけどさ、この前さお仕事でさ絵描くときにさ、水彩画やるときって事前にこう画用紙をびしょびしょにするさ、水張りするっていうさ手順が必要になるんだけど、それでなんかこう2枚のイラストを描かなきゃいけないから、2枚に水張りしとかなきゃいけないってなった時に、どうしても画板が1個ねえってなって、でそれででも昔買ったよねとかつってベベとなんかずっと喋ってて、でもなんかどうしても見つかんなかったから、なんかごめんベベ、ちょっと出稼先のついでにちょっと買ってきてもらっていいっつって、でベベに買いに行ってもらったのよ。でそのなんかさ数日後さ、あるとこで見つけちゃった。そのずーっとないってずっと探した画板、私の液タブの下でさ、高さ調節台として働いてたお前のせいじゃねえ。いや、私のせいだっためっちゃ笑ったベベ見て、あったんだけどつってわざわざ買ってきてもらった。そうそう、わざわざなんかうち画板めっちゃいっぱいある。みんなご覧の通りこれの筆すごく楽しい。これすごいね、パラちゃんが気に入ってる画材なんですよ、本当に。発色がいいからさ、こう面白いんだろうね、紙にさ、見ててね。そうそう出た時に、そう紙にパッて出てくる感じが楽しいんだろうなって思いながら、パラちゃんが毎回選んでくる色がね、だんだんパパの好みになってきて、特に希望を出してるわけでもないんだけど。でもやっぱりなんか我々のね絵見るとね、どっちが描いた絵ってね、パちゃん言うからね。そう。パッパッパッって言うだけ。まだママとは言わない。でもね、マって発音してるとこを何回か目撃されているのでね、あいつは言えるのに言わない。パラちゃん水彩持ってきてくれたのグッジョブすぎる。いや、なんかやりすぎそれ。なんでママにそんなひいきすんだろう。そんなにパパいつも優しいの。ありがとね。
分かってる。ママこれが一番好きなんだ。これ持ってってパパとのパワーバランスをつけるぐらいが動画的に美味しいから。取れ高考えんだよ。YouTuber の子供すぎる。何いきなりディレクション始まってんの。パラちゃんが夜さ寝た後にゲームするかっつってさ、ゲームしてる時あるじゃない、それで結構前なんだけどさ、ぷよぷよめっちゃやってた時あるの。でパラちゃんが泣き出す直前ぐらいに、最後スッて立ち上がって、俺と最後のぷよの試合終わってないんだよ、終わってないのに、大丈夫大丈夫だからってコントローラーポーンってソファに投げ捨てて、さっそうとパラちゃんの方で向かったの。で僕はじゃあゲーム止めようと思ったら、さやが特大連鎖を残して絶対に勝利を確信してその場を離れて何その達人の去り方と思って、強キャラが去る時にスッてもう振り返りもしなかった俺のこと。あの時のさやさんなんかかっこよかったね。しかもマジですごかったよ。バイオ円ぐらいして確か。だからもう僕のその上の方にさ、いくつ俺星みたいにいたもんだって。あれは母は強しってやつかもしれない。そう全部計算だったから、そろそろパラが起きる。この辺が潮時か。遊びはここまでだ感がすごい。そうよ。はい、ということで完成しました。せーのドン。おー、かわいい。かわいくない？これめっちゃ。これめっちゃかわいいでしょ。まとまりのある色味。パラちゃんすごくないか？まとまりのある色選びすぎではないかこれ。いや本当。いやすごいね。ありがとうございましたって感じ。すごい。めっちゃいい。可愛いじゃろこれ。これだから実際にねパラちゃんのお写真をねちょっとまんま描いた感じではあるんだけど、マイエンジェルですよ。確かにマイエンジェルこんなつけさせられてたの可愛いんだこれ。300円ショップで買ったやつ。これでもすごいね。こういう絵描きたいって言って描いたみたいまるで。いやこういう描きたかったんだよ。なんか自分で色選んだぐらいなんかまとまりある。伝わっちゃったかな。伝わっちゃったのかも。意思伝心しちゃった結果かもしれない。そう。いやなんかでも初めてパラちゃん描いた気がする。なんかちゃんとまあ確かにそうデフォルメではあるけどね。そうシルエットこんな感じだね。確かにパラちゃんね。そう確かにこんなにあと髪ないね。そうこれ髪の毛もフィクションです。こんなに髪ない。はい、ゲンさんのやつめっちゃ可愛い。僕はもうなんかねだいぶポップな方に行ったね。でもなんかすごいね。あんだけしかなかったのに。そうだいぶでもやっぱ全体的にこのなんか中心になったのこの3色の相性が良かったから、いやマジで良かった。さすがなんかちょっとこうレトロ調な感じがして、なんかちょっと3色ぐらいでしか印刷できませんよみたいな感じ。これちょっともうちょっと半ズレみたいな感じにしたら可愛くなるし、ちょっとノイズかけてね。いやでもこれすごいね。あとねキラキラポスカが意外とよくて。キラキラどこ？本当だ。あんまりでもねキラキラポスカあれだね。この紙にやるとそこまでキラキラしないかも。そうだね。多分ねもうちょっと紙が吸っちゃってる。紙が吸ってなければもうちょっとキラキラすると思うんだけど、これ目とか一部のこのハイライトとかに使ってますね。かわいい。いやなんかどっちもめちゃくちゃなんかよくないですか？なんかね。ありがとうパラちゃん。やっぱりパラちゃんが考えた。この動画この結末も分かってた。全部動画のパパにはこっちでパワーバランスはこんな感じ。でもまあこれぐらいだったら多分2人ともかけるか。これでいこうみたいな。パラさんも考えておられた。考えていただいてた。ちゃんとパパとママの。ディレクターだから。ありがとうディレクター。パラちゃんに見せたらどうなるかな。見せてみるか。見せてみる？いいよ。じゃあ最後にちょっと今からパラちゃんにこれを見せて、じゃあどっちを先に選んでくれるかの対決にしよう最後。そうしよう。ね、あんまそういう対決とかっていうもんじゃないけどね。そう。じゃあちょっとパラちゃんに見せていきましょう。さあということでパラちゃんが選んでくれた画材で描いた絵はこちらになります。はいどうぞ。じゃーん。じゃーん。よく見て、じっくり見てくれてる。じっくり見てる。おお。す2人同時に。なんてできた子。なんでそっちね。ママのやつよく見て。パパのやつもよく見て。よかった。ありがとう。あげるこれ。お返すの。もらっていく。もらっていく。じゃああげるのでどうぞお好きに楽しんでください。ぐちゃぐちゃにはしないでね。選んでくれてありがとう。同時になんかあれするなんて。よくできた子だわ。もう飽きたんですか。